どうも皆さんこんにちは、あきらです。お待たせしました。L マウントレンズのおすすめ5選やっていきたいなというふうに思っております。もう本当にやりたかった。本当にね、これですよ。ルミックス S1M2 シリーズが発表登場しましたよね。この動画が出てる頃に S1M2 自体はね、まだ発売されてないと思うんですが、僕もあんだけ頑張ってレビュー動画を作って、このルミックスのね、最上級モデルというものが S1R M2 と S1M2 と両方とも同時にね、発表されましたよね。S1R M2 はね、すでに手に取ってる方多いと思うんですが S1M2 はまだですし、今一度ですねこの S1M2 シリーズがね届く前にL マウントのおすすめレンズをねしっかりとちょっとおさらいしつつ、であとはね S9 ユーザー最近増えたんじゃないですか。この S9 可愛くてさ、このカラーバリもいろいろ変えれて、ほんで中古市場めちゃめちゃ安い、今14万円台で買えますから、これもね僕たくさんおすすめしまくってて、結構買った方多いと思うんですよね。で結局でもねこの S9 にねおすすめのレンズというところでは、もうちょいねやっぱ視野広げたかったっていうのもあったりとかで、今回結構いいねラインナップを用意してきてるんですよ。はい、なのでちょっとね今回 L マウントのおすすめレンズ完全保存版ということで、おすすめ5選現時点でやっていきたいなというふうに思っております。ということでですね、結構ボリュームが多いんでね早速やっていきましょう。まずはですねこの S9 にぴったりなコンパクトレンズですね。これをねちょっとまずね、皆さんにご紹介したいものがあります。それがですねじゃじゃん、こちらでございます。もうこれ何それみたいな感じになってません？こちらですね名称工学さんの TT アーティザン 75mm F2AF のものになっております。はい、これ皆さん知ってるでしょうか？これね結構話題になってるみたいなんですよ。これなんせねめちゃくちゃ安いんですよ。びっくりしますよ。これまさかの36,900円です。安すぎで、そもそもねこの TT アーティさんどういったものかっていうと、これね中国のメーカーですね、また深センにね本拠がある名称工学が展開する交換レンズブランドという風になっております。2019年設立のねレンズメーカーで、商店工房さんが国内のね総代理店という風になっています。なので今回は商店工房さんの提供でお送りしています。僕もねもともとこの TT アーティさんとか知ってたんですけど、どうしてもねマニュアルフォーカスと要はオートフォーカスが使えないというイメージがあったんですが、これバッチリオートフォーカス使えますし、でしかもこのね F 値の絞りリングがあるんですよ。しっかりこのクリック感があって、これさ結構ないもの多いんですけどしっかりあります。もちろんオート版もあります。これをね滑らかにするクリックはないんですが、でもね価格を考えると全然いいと思うんですよね。で単焦点レンズになるので、ズームをすることはできないんですが 75mm の F2 の綺麗なね写真や動画を撮影することができます。フィルターの口径は 62mm になっているんですが、非常にね使いやすくコンパクトなサイズになっています。これをね、例えば S9 とかにねつけてあげると、はい、こんな感じになりますね。見た目もね、すごい、割とね、本体のね、高級感、可愛さをね、壊すことなく、すごくね、いい感じにつけれてるんじゃないかなというふうに思います。で、このね、レンズで結構もう実際にね、作例たくさん撮っているんですけれども、割とね、めちゃめちゃ綺麗だと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか？特にですね、このね、S1R M2 の方で、撮っていた時に、これね、4000万画素ぐらいあるんですけれども、要は高解像モデルでも負けないぐらいの解像感があります。で、僕は結構開放のF 値でも全然すごい綺麗だなというふうに思いますし、なんかマジで3万円でこの描写かっていう風になるぐらい、いや本当に綺麗です。でボケ感もめちゃめちゃね優れてるなという風に思いますね。で絞り羽枚数がね9枚という風になりますので、めっちゃ多いわけではないんですが、中央の、玉ボケはねすごく綺麗だと思うんですよね。ただその端になっていくとちょっとこうレモン型のね、玉ボケになっていくっていうのと、あと周辺が若干ねこう暗くなってしまう原稿っていうのはやや見受けられることはあるんで、やっぱりその完璧な写りをするわけではない。ただ36,900円でこの写り出んのはさ、よくないこれでというふうに思いました。で最短撮影距離が 0.75 メートルなので70センチぐらいかな、これぐらいの感じになるかなと思うんですけれども、やっぱそんなにね寄ることはできないのと、テーブルホストは若干ねちょっとしんどくなってしまうっていうのはあるんですが、しっかりとポートレートとかではね、かなり綺麗にね撮ることができるし、意外と 75mm はすごく使いやすくて、やっぱ 50mm よりもしっかりとこう望遠側に効いてくるので、よりねこうモデルさんのねこう立体的な、しっかりとした歪みのないお顔をね撮影することもできたりしますし、本当にこう被写体を選べばしっかりとねその存在感を際立たせることができるような画角かなというふうに思いますので、このレンズね本当に僕はねマジで想像以上の出来でびっくりしております。で一応ねこれマウント展開が E マウントと L マウントにあるので、ソニーの E マウントでも使えます。で L マウントって実はねこの中望遠レンズっていうのが全然ないんですよ。85mm であれば L マウントの S85F1.8 があるけど、7万円ぐらいしますし、シグマの85
75mmF1.4 も、めっちゃ綺麗やけどアートレンズ10万円ぐらいしてしまうんですよね。それで、75mm ぐらいの中望遠でなおかつ3万円台で買えるからっていうので、かなりねいいんじゃないかなというふうに思っています。動画だとねちょっとこうブリージングっていうのはねさすがに出てしまうのはあるんですが、おおむね満足はしていますし、比較的ね本当に多くの方にねおすすめができるものかなと思いますね。ちょっと参考がてら S5M2X にもね取り付けてみましょうかね。はい、こんな感じです。はい、すごく相性はいいんじゃないでしょうかね。割とね、これね、高級感というかね、この光沢感があるんで、安物とは思いにくい。で、なんかね、レンズメーカーがあんまりこう外観に書いてないんですよ。こっちのフィルターの方には書いてるんですけど、側にはあんま書いてなくて、それがすごい好き。なんか変なね、主張しすぎてないデザインが僕はすごく好きなんですよね。ただですね、ちょっと S9 におすすめとはいえですよ。ちょっとやっぱ大きいんですよね。S9 だと。この S5-2 とか1-2とかはね、めちゃめちゃいいんやけど、やっぱね、このグリップ感を考えると、ちょっとね、しんどくはなるんですよ。本当にこれ贅沢だけどね。で、そんな方におすすめなのが、こっちもあります。はい、こちらがセブンアーティサンズの 35mmF1.4 3型のレンズになっております。で、これはマニュアルフォーカスになりますので、オートフォーカスが使えません。要は基本的には全部、もう自分で手動でやるものになります。なので電子接点がないんですよね。ただ、これがね、S9 とバランスがマジでいいんですよね。装着すると、こんな感じでございます。どう？これぐらいやったらさ、もうめっちゃバランスよく、そんなフロントヘビーにもなると、ちょっと重いんやけどね、274g あるので、見た目からはちょっと想像できない、ちょっと重さはあります。ただ、めちゃめちゃバランスよく撮ることができます。で、これ、フォーカスね、このクリックにもすることができるし、こっちずらせばスムーズにすることもできます。フィルター径は 52mm、絞り範囲は10枚、F1.4 から最大 F16 まで変更することができます。で、最短撮影が 0.33mm になりますので、ここですね。なので、割とよれなくはないレンズになっております。はい。テーブルほどは全然余裕でできますね。すごいね、このトルク感、めちゃめちゃ滑らかで、マニュアルレンズらしいお上品な作りにはなってるんですが、かなり描写は良くてですね、こちらもかなりね、おすすめしたいですね。特にやっぱ S9 とかのこのコンパクトな機種において、めちゃめちゃね、すごく発揮するね、描写力と、このデザインの使いやすさになってますので、こっちもね、よかったらぜひね、チェックしてもらえたらなというふうに思っております。で、これでまたして価格が低くて31,500円ぐらいです。笑える。日本買って7万円いきません。これでいいやん。ちょっとマニュアルっていうのはね、結構致命的に感じる人はいないかもしれないんで、EXIF 情報も残らなかったりはするんですけれども、でもね、楽しいですよ、マニュアルレンズは。自分で合わせたりとかね。はい、できるので、本当にこのね、写真を撮るという楽しさっていうところでもいいですし、バランス感含めて、すごくね、これはいいかなと思っております。描写のところね、注意点としては、すごい綺麗なんですけど、色収差が良くも悪くもあって、それを込みで楽しめたらいいと思うんですけど、リアルタイムラットとかでね、いい感じのフィルムとかにやってあげて、それすらも楽しむとかがいいかなと思うんですけど、超綺麗な描写っていうよりかは、マニュアルでこうピントも合わず、それがいいと思えるような人たちは、なんかすごくね、合うんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、ちょっとね、2個紹介するような形になっちゃったんですけど、この名称工学さんの 75mmF2 のレンズ、はい、これがね、まず1個目おすすめをさせていただきました。で、ちょっとね、バランス感を考える人は、この35の F1.4 もぜひですね、チェックしていただければなというふうに思っております。はい、というわけでですね、続いていきたいと思うんですけれども、その前にね、ちょっと告知をさせてください。僕ですね、先日、ルミックスカラーパレットというものをね、開発してリリースをね、させていただきました。はい、これ本当にね、僕も2年ぐらい構想していて、ようやくね、お届けできるようになって、この S1 シリーズもようやく出てくれて、やっとね、この世の中に出せたものになるんですけれども、これはですね、ルミックスカメラ専用で作った僕のカラーのね、プロファイルのオリジナルデジタルコンテンツになってるんですよ。全てがまとまったものになってるんですけど、まず5つのライトルームプリセットが入ってます。で、さらに2つのリアルタイムラットが入ってます。で、4つのオリジナルラットが入ってます。で、さらに2つのダヴィンチリゾルブで使えるパワーグレードが2つ入ってます。全部をまとめたパックになってるんです。これはね、ぜひね、商品ページ見ていただきたいと思うんですけれども、ルミックスカメラで撮影した写真を本当にね、こう僕のね、いいと思うね、美的なカラーとか、あとはフィルムっぽくとか、いろんな方法のね、写真のプリセットを使うことができたりしますし、自動でね、スキン補正をかけることもできたりしますし、で、このプリセット自体がルミックスのローのね、はい、メタデータを読み取っ
て、カラーのプロファイルを選択してやることになるので、本当にルミックスに最適化されています。めちゃめちゃね、相性がいいと思います。っていうのが使えますし、あとはね、リアルタイムラットっていう、ラットファイルっていうものをね、カメラの中で当ててあげて、もういろんな自分の好きな色で、撮影できるっていうようなカメラが、ルミックスカメラたくさん増えてきましたよね。で、そのリアルタイムラット用に僕2つ作ったんですよね。これビフォーアフターで見るとこんな感じなんですけど、もういろんな日常がね、綺麗になる、もしくはいろんな日常がね、フィルムっぽくなるみたいな感じで、めちゃめちゃね、いいものが作れたと思ってるんですけど、まずこのリアルタイムラットも2つ入っていますと。で、さらに動画撮影とかでね、使えるオリジナルラットが4つも入ってるんですよ。もう Vlog で、ルミックスの Vlog で撮っておけば、もう全部この色に入っていくと、なっていくというようなものが4つ入ってます。で、その4つをさらに元にして、パワーグレードというね、ダヴィンチリゾルブでのカラー編集でノードをね、組んで、いろんな編集をしていくんですが、そのノードシステムで、ラットも使いつつ、僕がね、普段やっているルミックスの美しいカラーをね、再現していくと。ルミックスのカラーを再現しつつ、ルミックスの良さを残しつつ、すごく素敵な色にね、変えていくというね、このパワーグレード、僕のノード情報全てをね、詰め込んだものを用意しています。このパワーグレードもね、もちろん Vlog に専用設計していますので、最も綺麗な色が出ると思いますし、ルミックスらしいね、表現ができたりすると思いますので、実はね、ここ最近のね、ルミックス映像は僕全てこれでね、編集をしていたんですけれども、誰が見ても綺麗だと言えるね、カラーだと思うんですけど、これが再現できます。で、いろんな、ね、人に使っていただいて、フィードバックいただいてるんですけど、マジでアキアムビカラーが出ると言ってくださってます。はい。本当にね、僕が使ってる普段のね、映像の色味っていうトーンがね、すぐ簡単にね、見えてくると思いますので、こちらね、よかったらチェックしてみてください。マジでこれ、本当にね、僕のために作ったようなもので、僕がこれからルミックスのカメラたくさん楽しんでいく中で、絶対的に約束された高品質なクオリティで、よりね、手軽にできるようにね、自分のために作ったようなものではあるのですが、はい。今回、せっかくということで、皆さんにね、公開させていただいておりますので、ぜひですね、こちらもチェックしてもらえたらなと思っております。はい。ということでね、2つ目いきたいんですけれども、次がこちらでございます。ルミックス S1840mm F4.5 から 6.3 の超広角ズームレンズになっています。やっぱこれはね、S9 でつけていただきたいと思うんですけど、こんな感じのレンズになっています。めちゃめちゃコンパクトですよね。すごいやっぱね、相性がいいようなものになってます。で、1840やからね、めちゃめちゃ広いんですよね。ただね、これの弱点は、使うときにね、ズームを出さないといけないんですよ。だから結局このサイズにはなっちゃう。ここはね、結構ね、詐欺とは言わんけどさ、ってなっちゃうね、これ。で、1840という風になってます。これめちゃめちゃ広角なんですよね。なので、それこそ自撮りとか、セルフィーとかの写真も撮れますし、Vlog とか、とりあえずいろんな写真動画残したいよっていう方は、すごくおすすめです。ただですね、F4.5 から 6.3 というところで、結構暗いです。本当にね、暗い。めちゃめちゃ暗い。ただね、意外と S9 ね、ISO 上げても、見れるっちゃ見れるぐらいの映像とか写真出てくるんで、そこまで画質を超焦がすじゃなくて便利さを求めたいっていう人にはすごくいいと思います。で、収まった時のこのコンパクトさはマジで最高ですよね。スペックとしては、絞り羽も7枚だけだし、フィルター系は 62mm。で、質量が 155g になりますので、先ほど紹介した TT アーティさんたちのレンズよりももっともっと軽いね、レンズになっています。はい。めちゃめちゃね、これは軽くて、本当にストレスがない、負担のないものになってますね。で、一応ね、これ防塵防滴になってますので、水滴とかね、ホコリとかからもね、安心して守ることができるので、そこら辺もね、全然いいですよね。なのでね、画質は一旦置いといて、超広角とか、あるいはいろんな表現をね、手軽にやりたいっていう方にはすごくね、おすすめかなと思います。ただ値段もちょっと高めで7万円台ぐらいかな。はい。なんで、ちょっとね、本当に画質を優先しなくていい人にはめっちゃいいんですけど、ちょっと僕はね、画質結構もうちょい欲しいのと、あとボケないっていうのがあるので、僕がね、選ぶベストレンズとはいかないんだけど、でもきっと多くの方は満足できるかなと思いますので、ちょっと今回ね、これをピックアップさせていただいております。これが 1840mm でした。この画角帯のやつはね、どこのメーカーも出してないからね、これは素晴らしいと思います。はい。で、ただね、逆に明るさ、F 値がもっと欲しい方には、これはおすすめ。シグマの 1628、F2.8DGDN コンテンポラリーレンズです。これインナーズームになってて、1628mm なんですよね。はい。なので、かなり広角です。で、F2.8 でめっちゃボケるし、やっぱりね、サイズは全然バリデカになるんですけど、やっぱこう比べると。でも、この S5-2 シリーズとかに比べると、こっちにつけると、かなりね、バランスは取れます。
はい、こんな感じでかなりバランスはね良くなるので、全然大きさはね感じなくなるので、こっちとかで使うのはめっちゃいいと思うんですよ。フィルター機も 72mm で、L マウントも E マウントもありますし、重さは 450g とかなり軽いですね。最短撮影も 25mm なんで結構寄れるようなレンズになっております。で価格がね12万円ぐらいでめちゃめちゃ安いので、ここもねすごくお気に入り。僕はこれ買ってよかったですよ。で去年僕北海道にルミックスカメラ持ってねたくさんいろんなVlog 撮りに行ってたと思うんですけど、あれの Vlog シーン全部このレンズなんですよ。めちゃめちゃ綺麗。やっぱボケと明るさはこの1840じゃ絶対出ないんで、より画質を求めるならばこっちの方がいいと思います。なんでこのねシグマレンズも結構ありだと思います。これもチェックしてみてください。はい、というわけでですね、続いて3つ目がですねS2460mmF2.8 のレンズです。はい、もうこれはね、もう誰が言おうが絶対ベストレンズでしょとか言っててね、今僕手元にありません。はい、発売日に間に合わないというか、僕ね、先行レビューでお借りしてたんですけど、返さないといけなくて返しました。でもね、買いましたから。買って今、到着待ちです。発売日が19日かな、まだかかるんですけど、このね、レンズが、もう今ね、最新の万能の第3元レンズですよね。この小型軽量差でズーム全域で開放 F2.8 です。広角対標準までのね、全てをカバーできますよね。で、最短撮影も 0.19 から 0.33 になるので、結構寄れるレンズになってます。で、フィルター系も 77mm と、割とね、ルミックスレンズの中では結構ね、共通されているものです。重さは 544g とそこまで重くはありません。で、価格は14万3000円になるので、これはね、本当にめっちゃベストレンズだと思います。で、僕はね、この S1M2 を使ってオーストラリアに行ったんですよね。で、オーストラリアの映像と写真は全てレンズだけです。2460mmF2.8 だけ。もう一見ね、S プロレンズと思えるぐらいの画質だと思いますし、めちゃめちゃ綺麗に撮れますね。唯一気になることとしては、フレアとゴースト、レンズフレアとかゴーストが、やっぱS プロのね、一番本格のこの 2470mm の、こっちよりもやっぱそのゴーストとか出やすいなという印象とか、画質はやっぱこっちの方がさすがにいいんですけど、でもね、負けてない。すごくいいレンズになっています。で、このレンズね、コントロールリングにね、いろんな機能を割り当てれるんですよ。フロントについてるコントロールリングを回すことで、フォトスタイルとかそういったものを変えることもできたりするし、あとはファンクションボタンのようなものもね、ついているので、そこに何か割り当てることができるんですね。僕はハイブリッドズームのね、オンオフを割り当てていたんですが、いろんなちょっとね、使いやすさも上がってるような、そんな小型レンズになっています。で、この 2460mm ってさ、どうなんて、70ないの大丈夫って思う方も多いと思うんですけど、ルミックスにはさ、ハイブリッドズームがあるじゃないですか。はい、これはね、光学と電子を混ぜ合わせて、ズームがよりできるようなものになるんですけど、例えばこれ 4K を保ちながらズームをさした時に、24mm、93mm F2.8 のレンズに変わります。すごくない？だったらさ、もう70よりいけちゃうんやから、こっちでよくないって僕は思うんですよね。はい。なので、すごく本当に使いやすいね、ものになってます。で、あとは S1-2 とか、こういった S5-2 とかもボディバランスとしてめちゃめちゃね使いやすさもねあるかなといったところがあります。このレンズはね、一旦ねルビックスの決定レンズとなると思いますので、買ってない人いたら早めに買った方がいいと思います。はい、はい、というわけで続いてがですね、もうこっからだいぶとね結構もう本当にいいものを求める方向けになってくるんですけど、次がこれです。S プロ 50mmF1.4 のレンズでございます。これはね、もうちょっと普通じゃなくなってきます。これは重さがえぐい。955g。ソニーさん見習ってください。ソニーの GMF1.2 よりも大きいですから。ちょっとね、そんなこと置いといて、ただね、写りはね、別格にいいです。これね、体験するともう離れられない。50mmF1.8 あるじゃないですか、S のね。あれも全然綺麗なんですけど、やっぱね、別物ですよ、これは。本当に違う写りが出てきます。やっぱりルミックスの全ての光学性能をね、もうここに集結させたような、本当に明らかにね、ある意味描写がおかしいような映像が出てきます。これは写真も動画も両方とも全然ね、違う描写になってくるんですけれども、本当に透き通った空気感で、緑の発色もいいですし、本当に美しい玉ボケがね、得ることができます。今見ていただいているね、映像は全てこの 50mmF1.4 で撮影していて、で、僕のね、パワーグレードである LMX カラーパレットと混ぜ込んでいて、めちゃめちゃ綺麗なね、映像が撮れていると思います。で、もちろん写真もね、すごく綺麗にね、美しい描写で撮影をね、することができていると思います。このレンズのね、外観の特徴としては、ここにクラッチがあるんですよね。なので、これでマニュアルと AF を切り替えることができます。下げると、これでマニュアルになる。ここもすごくいい。で、絞りもこんな感じでカリカリとしたようなものになっています。それだけなんですよね。なんで、超使いやすいっていうようなものでは、全くないんですけれども、本当に画質をね、最大に求める人は、やっぱこの純正のこれを一番使うとね、やっぱもう
違いないものが出てくるので、本当にこれはね、おすすめしたいレンズになっています。めちゃめちゃでかくてめちゃめちゃ重たいんで、さすがに覚悟はいるんですけど、僕の周りのルミックスユーザーも、やっぱあれはね、絶対いるよねというような感じで、話題に絶対なるようなレンズになってますので、よかったらね、これちょっとね、気になる方はチェックしてもらえたらと思います。はい、というわけでね、最後5つ目いきたいと思うんですけれども、最後はね、やっぱり結局これです。すいません。これ結局これなんですよ。2470mm F2.8S Pro レンズです。これもうね、ソニーのね、ユーザーからしたら S プロの1型でこのデカさってどの世代やねんみたいな感じになるかもしれないですけど、やっぱこれね、画質エグいんですよ。実はね、僕が制作したミュージックビデオダイブというね、アソボイズムさんの映像があるんですが、あれはルミックス S1M2 とほぼほぼ7割このレンズをね、いや8割かな ?7、8割これでね、撮影した映像になってるんですよ。もうバッキバキで超改造して、本当しかも癖がないんですよね。全く癖がなくて、超綺麗な写真と映像を撮影することができるはずです。ズームレンズだからそんなにね、超ボケるってわけではないんだけど、ボケがめっちゃ自然ですごい滑らかですごいね、綺麗なんですよね。で、やっぱりルミックスのね、光学性能としてめちゃめちゃ相性が良くて、こう色のね、グラデーションとかそういったものも鮮明にね、映し出すことができるような、そんなレンズになっています。で、このね、2470もこのクラッチ機構になっているので、マニュアルフォーカスをね、合わせる際にすごくね、合わすのが簡単にできるような機構になっています。ただね、絞りリングは入っていませんので、ちょっとそれはね、カメラ側でする必要はあるのと、あと U で結構伸びちゃうっていうのはありますよね。あと重さも 935g になるので、ちょっとね、重たいなというところは正直あります。ルミックスのカメラで最高品質の画質を求めるズームレンズが欲しい方はこれにはなるんですが、ちょっとね、その変わり種として、今お借りしているレンズがあって、これもなかなかいい。はい、これね、今ちょっと絶賛レビュー動画作ってるんですけれども、これちょっとだけさらっと紹介しますね。はい、これシグマの 28-105mm F2.8 っていうね、やばいレンズが出てるんですけれども、これね、実はそのミュージックビデオダイブのね、撮影の時に僕の知り合いのルミックスユーザーのマコさんが実際にこれを使ってて、これさっき買ったんですよって自慢してきて使ってみたら、えぐーこのレンズみたいな感じでね、なってすごい驚いたレンズになるんですけれども、F2.8 でえぐい描写が出てきます。実際ね、ちょっと今レビュー動画ね、たくさん作って頑張っておりますし、これはね、ソニーの E マウントもあるので、ちょっとその両方でね、合わせて今試している段階にはなるんですけれども、めちゃめちゃね、えぐいです。本当に。シグマさんの本当に最高峰レンズと言えると思います。光学性能、描写力っていうのはもちろんなんですけど、ちょっと今までとは違ったね、このマットな質感になっていて、でこの絞りのクリックもね、全部しっかりと搭載されているものになっていて、ちょっとややね、強度は伸びるんだけれども、かなり今のところね、好評なものになってて、で、何がいいかって、もうここまでのね、大きさだったら、比べた時にね、S プロのレンズで大きさ我慢できるんやったら、多分こっち我慢できるんですよ。なんで、やったら28、105までいっちゃおうぜ、みたいな感じで、ちょっと皆さんにね、紹介できるなと思って、これをね、ご紹介させていただきました。ちょっとね、このレンズのもっともっと詳しいね、描写とか性能レビューっていうのはね、ちょっともうすぐね、レビューが上がると思いますので、そっちをね、改めて見てもらえたらと思うんですが、本当に最高品質のズームを選ぶのであれば、この2つがいいのかなと思ってます。であるいはシグマさんの 2470mm F2.8 DGDN2 型も出てますので、あれ1型僕使ってたんですよね。S1 とか S1H とかで。あれにも絶大な信頼があるんですけど、あれも2型出てますもんね、今ね。あれでもいいかもしれへんね。なんか、そう思うと純正にこだわらなくてもいい気がするけど、はい。ちょっとね、そんな感じでいろいろとね、ご紹介させていただきました。はい。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、L マウントのおすすめレンズ5選をね、ご紹介させていただきました。5選と言いつつ結構いろいろとね、混じってきたかなとは思うんですけれども、ルミックスカメラかなりね、盛り上がってきて、S9 とかね、買った方かなり多いと思うんですよ。ただね、S9 さ、マジレンズ問題結構あったじゃないですか。結局レンズでかなってまうみたいな。そんな中でさ、この2つ、かなりね、僕、一押しですよ。本当にこのバランスはね、取れてますので、もっと小型軽量にね、楽しみたい方は、この TT アーティさんと、セブンアーティさんのね、レンズもチェックしてみてください。そして、僕のね、本当に6年間の集大成、ルミックスというカメラを使ってきて、もう本当にこう研究し尽くしてカラーについて学んで、それをね、ようやくまとめることができたこのルミックスカラーパレット、ぜひですね、
使ってみてください。写真も動画も映像制作も全てで手助けできると思いますし、ルミックスの色を残しながらルミックスの良さを守ったまま編集するというところを何よりも大事にしたので、ガラリと世界観を変えるわけではありません。なのでもう全然違う雰囲気にしたいっていう方には合わないんですが、ルミックスの良さを守りつつ僕のねいいと思う美しいと思うようなね色を全てここに集約させますので、ぜひよかったらねこれは手に取っていただきたいなと思っております。であとはねルミックス S1M2 でね撮影したサンプル写真とかサンプル映像っていうのもね無料でねダウンロードができるようにビジュアルパークの方にねまとめておりますので、よかったらね別にカラーパレット買わなくてもサンプルだけでもね体感いただいて、ルミックスのカメラの良さをあまり知らない方、ルミックスの色の良さを知らない方はぜひですね無料ダウンロードして、そちらもねチェックしてもらえたらすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。